皆さんこんにちは、ガチログです。今回はイヤーファンの AirPro 3というね、ワイヤレスイヤホンをレビューしたいと思います。こちらの製品に関しましては、1月10日に発売開始になったばかりの新製品になっていますが、今回はイヤーファン様の方から提供の方いただきました。パッと見の印象めちゃめちゃかっこいいんですよね。特徴としましては、クアルコムのハイブリッドアクティブノイズキャンセリング搭載、そして Bluetooth ローエナジーのオーディオコーデック、LC3 コーデックに対応しています。6つのマイクにも対応しているようです。そして、ローレイテンシーゲームモードということで、遅延がね、限りなく少ないゲームモードもついています。そして、イヤーファンオーディオアップということで、スマートフォンに専用のアプリを入れることによって様々な設定もすることができます。そして今回私が到着する前にワクワクしていたものが、こちらのね、ワイヤレスチャージング対応ということで、なんとワイヤレス充電にも対応しているということです。では、これから早速ね、パッケージの方を開けて見てみたいと思います。それでは早速本日も行ってみましょう。では早速ね、開封を行っていきたいと思います。はい、出てきました。かっこいいですね。まずこちらの方を確認してみたいと思います。ユーザーマニュアルが出てきました。そして中にですね、なんとクリーニング棒がついていました。綿棒のような感じのものなんですけども、清潔にね、保ってくださいねという意味で同梱されていました。そしてしっかりですね、日本語マニュアルにも対応していますので、安心して使うことができます。そしてこちらがイヤーピースもついていますね。それぞれ3タイプのものが付属していました。また USB-C のケーブルもしっかり同梱されています。そしていよいよ本体になりますね。パッと見の印象は箱がですね、非常にツルツルのボディになっていまして、特に滑り止め加工みたいなものはありませんね。外観の方見ていきたいと思いますが、まずこちらがですね、充電状況を確認することができるインジケーターがついています。そして背面には USB-C の充電ポートがついています。そして裏面にはですね、製品のね、スペックの方書かれていますね。バッテリー充電に関しましては、このケースそのものが 520mAh ということで、結構すごいね、容量を保つことができますので、相当ね、長く使うことができますけども、イヤホン単体の場合、最大、例えばノイズキャンセリング機能とか使わない場合は9時間ほど使うことができるようです。そしてケースを併用した場合、最大45時間まで伸びてきますので、週に1回充電すれば間に合うのかなっていう感じの充電容量になっています。すごいですね。そしていよいよケースを開けてみたいと思います。パカッと。かっこいいですね、これ。この渋みのあるいぶし銀という感じなんでしょうかね。めちゃめちゃかっこいいなと思います。イヤホンそのものを取り出してみたいと思います。この取り出す時に磁石の吸着がですね、強いと、ケースそのものが一緒にね、持ってかれる可能性があるんですが、ちょっと試してみたいと思います。あ、程よいです。これはいい。いいですね。結構程よいなという感じになっています。こんな感じになりますので、あんまりね、吸着強すぎるっていうのもちょっと困りものもあるんですが、いいですね。それでは絶縁テープを剥がしてみたいと思います。よいしょ。そして最後にね、ここにもついていました。はい。これで全てのテープが外されましたので、通電を開始したいと思います。はい。電源が入りましたね。ランプがつきました。電源を入れるときには、ここを開けるだけで電源が入るようです。今ね、点滅が始まりましたけども、ペアリングが可能なモードになっています。では早速ペアリングの方やってみたいと思います。今ですね、iPhone の方とペアリングする形になりますが、イヤーファン AirPro 3がね、もうすでに出ていますので、ここをタップします。そうしますと早いもので接続済みになっています。そうしますとこちらの方ランプが消えましたので、スマートフォン側の設定だけでペアリングは完了しました。簡単ですね。ではですね、ちょっと重さの方を測ってみたいと思います。イヤホン単体での重さです。はい、5g になりましたね。これ単体の重さになっています。そして左側も見てみたいと思いますが、こちらは 5.2g という風になっています。そしてケース単体になります。こちら 42.2g になりました。では全部合わせてみたいと思いますね。はい、52.5g になりました。カタログ値では 52g となっていますので、ほぼ同等という感じになります。この辺のね、ちょっと 0. 何 g の誤差っていうのは置き場所の問題なのかもしれません。ではですね、ちょっと操作の方を見てみたいと思います。今音楽が再生されている状態になっていますが、こちらは Spotify の方を再生している状態になります。右側のイヤホンのこの丸い部分になりますが、まずですね、一回タップしますと、ボリュームが上がりました。ここをね、見ていただきますと、タップするとボリュームが上がっていくことがわかります。逆側の左側をタップしますと、はい、ボリュームが下がっていることがわかると思います。簡単ですね。そして右側左側問わずですけども、2回タップしますと一時停止になりました。そしてこっち側をやってみたいと思いますが、
今ね、再生が始まっていることになりますので、どちら側でもいいので、この丸い部分ですね、これを2回ダブルタップすることによって、再生と一時停止という形になります。では次の曲に飛ばしたい場合なんですけども、この右側のここの丸い部分を3回をタップします。このように曲を飛ばすことができました。そして Spotify に関してはね、ちょっと戻ることができませんので申し訳ありませんが、ここを3回タップすることによって戻すことができます。ではノイズキャンセリングになりますが、こちらのね、このボタンの部分を2秒間ね、長押しすることによってモードを切り替えることができます。そしてもう一度ね、2秒間押し続けますと、外音取り込みモードという風に切り替えがされていきます。そして音声アシスタントも使うことができます。例えば iPhone の場合は Siri を呼び出すことができますけど、その場合はですね、この右側のイヤホンを2秒間タップします。そうしますと今ね、Siri が立ち上がってきました。今日は何日？はい、1月12日木曜日というふうにね、教えてくれました。この辺は慣れないとね、ちょっと覚えられませんけども、何度かやっていくうちにしっかりね、できるんじゃないかなと思います。先ほどの開封からですね、丸1日使ってみたんですけども、なかなかすごいですね。その感想をね、お届けしたいと思います。まず装着感に関してなんですけども、フィット感がいいです。ただ装着するだけで相当の遮音性が実現しています。イヤーピースのサイズっていうのが、ドンピシャリのサイズでしたので、密閉性がめちゃめちゃ高くなっていました。装着感に関しましても、めちゃめちゃ軽量になりますので、頭を振っても多分外れることないのかなっていう感じにはなっています。ウォーキングで使ったとしても全然ね、外れる気配はありません。そして音質に関してになりますが、ノーマルのモードと、そしてノイズキャンセリングのモード、また外音取り込みモードっていう風にね、全部で3つ切り替えることができます。私の感想には本当になりますけども、ノーマルモードでは先ほどお伝えしましたように遮音性っていうのが非常に高いので、ノイズキャンセリング使わなくてもこれで十分、ね、外部の音を遮断することができてるなという感想でした。ただ音質に関して言いますと、ノーマルモードよりも実はノイズキャンセリングモードを使った方がクリアになっているなという印象はありましたね。いろんな曲でいろいろ聴き比べをしてみたんですが、やっぱりね、その印象というのは変わりませんでした。ですのでデフォルトの状態ではノーマルからスタートになりますが、ぜひね、使う際は、まずね、ノイズキャンセリングモードに変えてからクリアな音質を楽しむことができるんじゃないかなと思います。そして外音取り込みモードになりますと、本当にね、外部の音をね、わざわざ拾ってきてるなっていう感じにはなります。特に私もそうなんですが、ウォーキングしながら1時間歩くっていうのは結構暇になりますので、ポッドキャストを聞いたり、ラジオを聞いたりして歩いています。その時に外音取り込みモードにしておくと、環境音を聞き取ることができますので、車が近づいてるとかね、後ろから自転車のベルが鳴ったとかね、そのあたり気づくことができると思いますので、ぜひね、外で使う際は外音取り込みの方が安全だと思います。そして音質の、点数というとね、なかなか難しいんですが、ララランドのテーマソングで聴き比べをしています。音質は高音にしても低音にしても迫力がある感じにはなっています。他の方のレビューの方でも低音がドンシャリ系という風にね、出てるのもありましたけど、まさにその通りですね。ただ、イヤーファンアプリの方がありますので、そちらで調整することによって低音を下げたり、また上げたり、また高音を上げたり下げたりとかね、結構イコライザーとしてね、調整することも可能ですのでね、自分の耳に合った音質を選んでいくことができると思います。次にね、良かったなっていった点もあります。マルチポイントの2台同時の接続がかなり便利だなと思いました。実験しましたのはこちらのスマートフォン、そして編集とかで使っている Mac と接続したんですけども、同時にね、2台接続されている状態になります。例えばですが、スマートフォン上でこのように Spotify を再生していたとします。今ね、ここにイヤーファン Air Pro 3とね、ここに出ているのがわかると思いますが、この状態でスマートフォン上で音楽を奏でることができます。今目の前に Mac の画面があるんですが、Mac 上で Spotify を起動している時も同じものがね、同時に待機状態になっています。Mac 上で他の曲を選んで再生しても、ちゃんとね、こっちに切り替えが自動でされますので、本当にね、シームレスに使い分けすることができます。パソコンや Mac で聴いていた時に、スマートフォン上で、こっちの曲いいなと再生開始すると、今度こっち側に切り替わりますので、その辺がね、やっぱ使い勝手いいなと思いまして、このマルチポイント使い始めると、これがついてない機能には戻
戻りにくいなっていうふうにも感じます。そして次に良かった点はゲームモードもついているという点になります。これは個人的にはめちゃめちゃありがたいなと思います。例えば動画編集でジャンプカットをしていくことがあるんですけどもね、それって0コンマ何秒の範囲で結構切ったりします。遅延が限りなく少ないので、このねワイヤレスイヤホンで聞いている状態でゲームモードであれば、そこをねしっかり認識して作業を進めることができるなと思いました。この辺はやっぱりねついてるとめちゃめちゃ個人的にはありがたいなと思います。ゲームモードに関しましては標準ではこの状態では使えなくて、アプリで設定すれば使えるようになります。このイヤーファンの公式アプリがありまして、この中にね接続完了してあればタップしますとゲームモードっていうのがありますので、ここをねこのようにスライドさせることによってもうすでにね変更することができます。ただアプリ使わないとじゃあ変更できないのと疑問がありますけど、実はですねここのギアのマークがありまして、ここをタップします。そうしますとここのキーのカスタマイズっていうのがありまして、いろんな機能を割り当てを変えることができます。例えば私は今回ゲームモードを結構多用するのでですね、標準ではタップのところでは使えない状態になっていました。アプリを使わなければ切り替えができない状態になっていましたので、これは結構手間取るなということで、右がこのライトの部分でこのボタンを長押しすることによってゲームモードを起動できるように変更しました。こうすることによってね、必要な機能をワンクリックの場合、ダブルクリックの場合でね切り替えがいろいろできますので、この辺カスタマイズ性がいいっていうのはありがたいなと思います。かゆいところに手が届くなと思いました。そして他にもねいい点がありまして、ワイヤレス充電に対応しています。先ほどもお伝えしている点になりますが、実際ねちょっとお見せしたいと思います。では電気を消しまして充電をやっているところをね光りますのでお見せしたいと思います。はい、充電中はこの青いねアンビエントライトが点滅してくれています。そしてちょっとねここ分かりづらいんですけど、ランプがですね今充電中ですよということで、ほんのりとついたり消えたりが繰り返しています。ちなみになんですが、もう平置きタイプのものしか充電が難しいなと思いました。例えばこういったねスタンド型のワイヤレス充電のタイプがあるんですが、これではねさすがにワイヤレスの充電のこのコイルの部分が上の方にあったりしますので、この状態では充電は難しいっていうのを確認しました。このあたりはちょっと仕方ない部分になります。ですので平置きのタイプでないと充電できないっていうのは踏まえておいた方がいいなと思います。というわけで今回イヤーファン Air Pro 3の開封レビューをお届けしました。そしてファーストインプレッションになりますけど、いくつかね気づいた点についてもご紹介しました。これねなかなかすごいですね。 Amazon で販売されているものに関しまして見ましたら、めちゃめちゃ売れているようで、すでに私が今見たところでは売り切れ状態になっていました。いつね入荷するのかなという感じになりますが、これは間違いなく買って損はない一台になるなと思います。価格に関しましてはね1万円以下にもかかわらず、この性能っていうのは恐ろしいですね。デザインもね結構いぶし銀のこのシルバーのデザインっていうのかっこいいんですよね。ただあえて言うならばなんですが、このブラックだけでなくホワイトもあるともっとね売れるんじゃないかなという気はします。そしてちょっとここはなっていう点も一つ感じました。それはですねこのタッチセンサーの位置になりますが、確かに指で触ればこの角の部分ですね、ここにタッチセンサーでコントロールいろいろ操作できますけども、ただねいかんせんちょっとねこの辺触ってしまったりこの辺触ってしまったりで、指がここにね触りにくいなっていうのは思いました。もう少しちょっとこうへこんでいる状態になるんですが、できればこうボッチ状の方がいいのかなという感じもします。ただこの辺はやっぱり使い始めてまだ1日2日になりますので、なかなか慣れていないっていうところがあると思うので、ここは慣れれば問題ないかなと思います。というわけで1日2日使っているだけなので、まだまだね、使い込んでみないとわからない部分がありますけど、ファーストインプレッションとしては本当にいいなと思いました。ぜひね気になった方は概要欄の方にクーポンも今回発行していただきましたので、クーポンと同時に商品リンクも貼ってありますので、ぜひご覧いただければと思います。この動画が良かったよってことは高評価、そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。